すみません。このお店の中で絶対買った方がええいうもんあったら教えてほしいんですけど、それとよかったら400円お願いくらいのをお願いします。カルディの店員さんに聞いてきちゃいました。企画終わったと思った。12月になるのを待ってて。12月ってクリスマスにお正月の商品が並ぶやないですか。そのおすすめ聞き取って12月まで聞くのを我慢してて、ほな早速おじさんと共有しよう思います。一つ目は白味噌仕立てのお雑煮の素。製造元は京和藩です。これ実はこままるもこの季節になると必ず見つけたら毎年買ってた商品でした。なのでおすすめしてもらった時、うわーってなった。これ具が入っとるんです。なのでお湯を注いでお餅を入れたらお雑煮になっちゃうんでね、これはこままるが毎年食べてた方法やったんやけど、教えてくれた店員さんの食べ方、おすすめの食べ方がこちら。同じくカルディで売ってる鍋の締め生うどんと合わせて食べるお雑煮おうどんなんやって。作り方は簡単で、鍋の締め生うどんをお湯で4分茹でます。そして丼かお茶碗、白味噌仕立てのお雑煮の素1食分と熱湯160を入れよくかき混ぜ、鍋の締めうどん投入し出来上がりです。こんなん食べる前から美味しいでしょ。ほな、いただきまーす。美味しい、優しい、そっと香る柚子、嘘くさい柚子の味は好きがないけど、この柚子の味と香りは本物で美味しいねん。そこにお餅とはちゃうけど、もちもち食感であり、コシがある締め生うどん。ほんと小腹が空いてる時とか、そっと優しく手を差し伸べてくれる美味しさ。写真で撮ると野菜ちっちゃいねんけど、食べてると存在感がちゃんとあるから、特にネギ、シャキシャキしてる白髪ネギがうどんがいることでより存在感を増してる。美味しい。おうどんはトロトロに溶かす方が好きなおしさんは溶かす勢いで茹でるとし、こままるはおすすめしてくれたんが4分だったので4分にしました。もちこしトゥローンってお湯うまで、こままる勝手に締めラーメンでも作ってみました。これ驚くほど美味しかった。あっさり味の味噌ラーメンになるの。ラーメンの麺をお湯を切らず入れた手前、白味噌仕立てのお雑煮の素に注ぐお湯の量を160から140にしたら正解やった。で、麺は3分くらいかな茹でた。ちょこっとお湯含んでタプタプになってる状態の麺とめっちゃあった。どっちもおすすめ。和食として食べたい場合はおうどん、ラーメン食べたい場合はラーメン、それぞれの締めの麺選んだら思います。どっちも美味しかった。ごちそうさまでした。2つ目はクリスマスマシュマロ。クリスマス商品や。もう12月までまた買いがあった。どこからどう見てもマシュマロです。こちらそのまま食べてもいいらしいんやけど、店員さん曰くコーヒーもけど無糖の抹茶の上に浮かべ、少しずつ溶けていく味の変化を楽しんでくれたらとのことでした。だんだんとマシュマロが溶けていくと泡々になってて、なんたらペチーノとかラテアート的な幻想的なクリームの上に浮かぶサンタ、埋もれ始めるサンタ。マシュマロの味は甘すぎることなく、確かに抹茶というか紹介されたこの粉茶と合う。美味しい。美味しい。すっごくカフェの味、おしゃれな雰囲気を味わえる。もう一個買っとけばよかった。まだ売ってんのかなこのサンタ。美味しい。泡ふわふわ美味しいし、あとサンタさんが可愛い。で、その店員さん偶然なんやけど、こままるの学生時代をよーくご存知の同級生のお兄ちゃんやってん。おすすめ聞いてた時に暴露されまして、カルディの商品ではないんやけど、値段の割に美味しい抹茶、粉茶もおすすめしてくれて、至れり尽くせりやった。その粉茶は動画の最後に共有するね。3つ目はマシュマロ。これも実はこままる毎年買ってる。むしろ去年、いやデビ年の時が買えなかったから今年か。1年まるまる今年は絶対
こままるの大好物のルディのマシュマロでもあるマシュマロ、和菓子屋さんでがお目にかかれないレアなあんこ、黄身あんこの黄身が練り込まれているあんこがマシュマロの中に入ってる。そこの竹下製菓さんが製造しているマシュマロは黄身あんもマシュマロも美味しい。店員さんも語ってたよ。このうまさをほんと目立たない存在でいつ食べれなくなるかを毎年恐れてるって話してた。マジそれってどうしちゃった？どうやった？店員さんのおすすめ気になったものとかありましたか？推しさんの12月のカルディのおすすめとかあったらこの動画のコメント欄に書いて教えてくれたら嬉しいです。ここまで見てくれてありがとう。また次の動画で会えたらええな。じゃあまたね。こままるでした。あ、お兄ちゃんの抹茶はこちらです。